さて、今回あなたが送ってくれた資料の山、拝見しました。え、ポーランドのオルシュティンという町に拠点を置くポリエンドに関する記事とか、フォーラムのスレッド、そしてあなた自身のメモ。はい。今回のミッションはもう明確ですよね。なぜこれほど美しく、そしてこれほど欠陥だらけの機材が人々を熱狂させるのかっていう。まさにその逆説ですね。テクノロジーがひたすら便利さを目指す現代において、彼らは時計の針を逆方向に回そうとしてるみたいで。そうなんですよ。資料を読み解いていくと、その哲学って最初の製品からも一貫してるんですよね。そもそも彼らの原点が、一般的なシンセサイザーとかドラムマシンじゃなかったっていう点がまず面白い。すべてはパークっていう一台のロボットアームから始まったと。そうなんですよね。ミディ信号を受け取って、物理的なスティックで現実の物体を叩くっていう、はいはい。ものすごく直接的なデバイス。送られてきた資料の中にあった開発者のインタビュー、あれが印象的でした。我々はスクリーンの中のバーチャルなドラムに飽き飽きしていた。音楽の持つ物理的な衝撃を取り戻したかったんだって。デジタルな命令をアナログな暴力に変換するっていう、コンセプトとしてはこれ非常にパンクですよね。ドラムセットはもちろん、壁でも机でも空き缶でも、あらゆるものを楽器に変えちゃうっていう、このデジタルとフィジカルの強引な融合みたいなものが、ポリエンドっていう会社の DNA になってる感じがします。美しい木材とかアルミの筐体に隠された数々のバグ、そしてコミュニティとの衝突。今夜はあなたが集めてくれた資料をもとに、この愛すべき未完成品たちの物語を深く掘り下げていきましょう。その前に少しだけ。はい。この番組は単に機材のカタログスペックをなぞるだけじゃなくてですね、あなたが提供してくれた資料からその背景にある魂と物語を抽出することを目指しています。もし私たちのこの探求のスタイルを気に入っていただけたなら、ぜひチャンネル登録をお願いします。次の知的な冒険を見逃さないための、いわば我々の対話への招待状という感じですね。さて、では物語の核心に入りましょうか。まずは彼らを一気にスターダムに押し上げた一台の機材から始めましょう。2020年に発売されたポリエンドトラッカー。これもまた時代への逆行でした。1980年代後半、コモドールアミガとかのコンピューターで生まれた作曲手法トラッカーを現代のスタンドアローンハードウェアとして登場しています。資料にあった動画を見ましたけど、まず耳につくのがキーの打鍵音ですよね。カチ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 って。音楽を演奏するっていうより、コードを記述するっていった方が近い感じで。まるでゲーミングキーボードみたいな。そう。感触がまた心地よさそうでした。その通りなんですよ。実際にメカニカルキーが採用されてますからね。そして最大の特徴は、一般的なピアノロールとか五線譜をもう完全に捨て去ってる点なんです。代わりに表示されるのが上から下へ流れるスプレッドシート。音の高さ、長さ、エフェクトのパラメータ、そのすべてを16進数の文字列で打ち込んでいくと。一見するとすごく難解で音楽的というよりは数学的なアプローチに見えますよね。なんで2020年代になってこの一見不便なスタイルが多くのアーティストに受け入れられたんでしょうか。あなたが送ってくれたフォーラムのスレッドにまさにその答えがありました。制約こそが創造性を生むっていう古くからの真理ですね。なるほど。現代の DAW、つまりパソコンの音楽ソフトって無限のトラックと無限のエフェクトが使えるじゃないですか。使えますね。自由すぎてかえって何から手をつければいいかわからなくなる。選択肢の麻痺ってやつですね。その点、トラッカーは違う。トラック数は8つまで。一度にかけられるエフェクトも限られてる。波形編集からラジオのサンプリング、曲の構成まで全てをこの小さな箱の中で完結させなきゃいけない。この不自由さがかえってユーザーに工夫を促して集中力を高めさせるんですよね。なるほど。90年代のジャングルとか、あなたがメモで触れてた IDM、インテリジェントダンスミュージックっていうジャンルがまさにこの制約の中から生まれた音楽だったわけです。なるほど。アーティストのビートキャノンがまさにその生き証人のような存在なんですね。彼はもともとアミーガを使ってジャングルを作ってた人物で、彼にとってポリエンドトラッカーは解雇趣味じゃなくて自分の制作スタイルの自然な進化系だったと。そういうことですね。動画で彼が猛烈なスピードで数値を打ち込んで複雑なブレイクビーツを構築していく様子は、もう職人芸の域でした。不便さが創造性を加速させるという最高の証明ですね。
そしてこの思想が What you see is what you get つまり見たままが得られるっていう彼らのスローガンにつながっていくんです。はいはい。これは彼らが初期に作った巨大な木星シーケンサーセクから一貫してる哲学で。ああ、セク。あなたが資料につけていた写真の通り、オーク材とアルミニウムの塊で、まるで高級家具みたいな佇まいの。そうなんです。ディスプレイも最小限で、ほぼ全ての機能が物理的なボタンとかつまみに割り当てられている。ええ。深いメニュー階層に潜って設定を探すような現代の機材にありがちな煩わしさからの解放というか。そのむき出しの素材感と操作へのこだわりこそが、ポリエンドのアイデンティティであり、同時に後々の欠陥にもつながっていくわけですが。その話はまた後ほど。まずはこの得意な機械がどんなアーティストたちに愛されているのかを見ていきましょう。はい。あなたが驚いていたようにユーザーリストは非常に興味深い。筆頭はグラインドコアの帝王ナパームデスのベーシストシェーン・エンバリー。いや、これは本当に面白い組み合わせですよ。ブラストビートで知られるあの暴力的なサウンドの壁を作るバンドのメンバーが、この緻密でグリッドに忠実なマシンを使ってるっていう。ギャップがすごいですよね。ええ。資料で彼のソロプロジェクトダークスカイバリアルを聞いてみましたけど、すごくアンビエントで非常に内省的なサウンドでした。彼がインタビューでポリエンドの機械は時間を忘れてサウンドスケープの構築に没頭させてくれるって語ってたのがすごく印象的で。音楽性の両極端にあるような人物が同じツールにインスピレーションを見出してる。この事実ってポリエンドの機械が単なるガジェットじゃなくて本質的な楽器であることを示してると思うんです。まさに。そしてもう一人。あなたが特に注目していたケミカルブラザーズのトム・ローランズもスタジオで導入しているという情報があります。ケミカルブラザーズまで。彼らのあの分厚くてうねるようなグルーヴの裏側でこの美しいグリッドが明滅してるのかもしれないって思うとなんかワクワクしますよね。彼らの音楽ってすごくフィジカルですけど、その骨格は極めて緻密なシーケンスでできてますから、複雑なビート構築に貢献している可能性は十分に考えられます。そうなんです。エイフェックスツインのような IDM の巨匠たちが用いたトラッカーっていう手法が単なるノスタルジーとしてじゃなくて、現代の第一線で活躍するプロたちの最新の武器として静かにでも確実に浸透してる。これってポリエンドが過去の遺産をただコピーしたんじゃなくて、現代的な機能、例えばランダマイズ機能とかパフォーマンスモードとかを巧みに融合させて新しい楽器へと昇華させたからに他ならないんですよ。なるほど。つまり音源としてのクオリティが高いだけじゃなくて、その独特なワークフロー自体がアーティストたちに新しいアイデアの扉を開かざるトリガーになってる。そういうことですね。制約の中でこれまでとは違うアプローチを試さざるを得なくなって、結果として予期せぬクリエイティブな結果が生まれるわけですね。しかしその輝かしい成功の裏でポリエンドは自らのファンベースを真二つに引き裂くような事件を起こすんです。あなたが送ってくれたレディットのスレッドがまさにその炎上の記録でした。2023年のプレイプラス事件です。あのスレッドはかなり紛糾してましたね。一体何がユーザーをあれほどまでに怒らせたんでしょうか。原因はですね、初代サンプラープレイの発売からわずか1年半後に見た目がほぼ同じで中身だけを大幅に強化した上位互換機プレイプラスを発表したことなんです。初代プレイを買ったばかりのユーザーからすればもうたまったもんじゃないですよね。まるで最新のスマートフォンを買った翌月にプロモデルが同じ価格帯で発表されるようなもんですね。それは心理的なダメージが大きいです。しかも問題はそれだけじゃなかった。ポリエンドはプレイプラスの発表と同時に旧モデルである初代プレイの新品価格を大幅に引き下げたんです。これにより既存ユーザーが持ってる機材の中古市場での価値が文字通り一夜にして暴落してしまった。それはひどい。資産価値が目減りしただけじゃなくて、メーカーからあなたたちが持っているのはもう旧式の不完全な製品ですよって烙印をされたようなもんですよね。まさに。スレッドで裏切られたっていう言葉が何度も出てきましたけど、その気持ちは痛いほどわかります。あなたがハイライトしていたコメントが当時のユーザーの心情を的確に表してましたね。彼らは未完成品を我々にベータテストさせ、バグを完全に取り除く前にその修正版をフルプライスで売りつけるのかっていう怒りの声です。多くのユーザーが愛用していた機材に対して愛と憎しみの葛藤を抱えることになったんです。さらに火に油を注いだのがカスタマーサポートの対応でしたね。ありましたね。
フォーラムで批判的な意見を述べたユーザーのアカウントを削除したり、サポートへの問い合わせに対して攻撃的な返信をしたり。製品哲学は美しいのに、ユーザーとのコミュニケーションにおいては非常に不器用で時に傲慢ですらあったと。まさに。そしてこの話で最も皮肉なのは、その炎上の種になったプレイプラス自体はユーザーが長年待ち望んでいた機能を全て搭載した素晴らしい機材だったっていう事実なんですよ。なるほど。ステレオサンプリングへの対応とか、複数の内蔵申請エンジン、拡張されたシーケンス機能、初代プレイの弱点をほぼ完璧に克服してたんです。製品は最高。だけどその届け方が最悪だったと。この一件でポリエンドの美学とビジネスの間の歪みが露呈してしまったわけですね。そしてその歪みはソフトウェアの問題だけじゃないんです。ハードウェアそのものにも彼ららしい愛すべき欠陥が存在する。有名なジョグホイール問題です。あの巨大なアルミ削り出しのダイヤルですね。資料の写真で見る限り重厚感があって触り心地は最高に良さそうですけど、何が問題だったんですか？その通り、質感とか重みは完璧なんです。でもエンコーダーの品質に問題があって、回した時の数値入力が非常に不安定だった。例えば BPM を120から121に上げようとゆっくり回したつもりが一気に135までスコーンと飛んでしまう。それは。あるいは逆に回ってしまうことすらあったっていう。それは致命的ですね。音楽制作においてパラメーターの精密なコントロールは不可欠ですから、狙った値に止められないっていうのは想像するストレスでしょう。ユーザーたちはこの現象を愛情と皮肉を込めてポリエンドルーレットと呼びました。なるほど。フォーラムではこの問題に対する不満とそれを解決するための DIY ハックの情報で溢れ返ったんです。公式からも修正キットが配布されたんですけど、中にはダイヤルの下にテフロンテープを自分で挟んで摩擦を調整するっていう。まるで古いアメ車とかイタリア車みたいですね。いい例えですね。デザインは最高にかっこいいけどエンジンは頻繁に機嫌を損ねる。だからオーナーは自分でボンネットを開けてプラグを磨いたりキャブレターを調整したりする。その手間も含めて愛してしまうっていう感覚。まさにその通りです。日本のメーカーが生み出す完璧で信頼性の高い優等生の機材にはない危うさ。その危うさとそれを補ってあまりある物理的な執着。それがバグとか欠陥を含めてある種の味として一部のユーザーには熱狂的に受け入れられている側面があるんですよね。アナログシンセの世界でノイズとかチューニングの不安定さといった不完全さがかえってサウンドに温かみとか生命感を与えるとされるのと似てますね。機材の不完全さをも自分の音楽の一部として取り込んで愛してしまう。これはもう単なる消費者じゃなくてパートナーとしての愛情ですね。ロボットアームから始まってレトロなトラッカーで時代に逆行して、そしてコミュニティとの衝突を経て今、彼らはまた新たな、そして予想外の回へ乗り出そうとしています。あなたが最後に送ってくれた資料、最新ペダルエンドレスの情報です。これはまた驚きました。ついに AI、人工知能の領域に足を踏み入れた。しかもそのアプローチがまたポリエンドらしいというか非常に実験的で。そうなんですよね。このペダルは言葉、つまりテキストプロンプトでエフェクトを生成するっていうとんでもないコンセプトを掲げてるんです。例えば60年代のサイケデリックなテープディレイ、少しだけ壊れている感じみたいに打ち込むだけで AI がそのアルゴリズムをリアルタイムで生成してくれるっていう。まさに魔法のようです。これまでエンジニアが何時間もかけてコーディングしてたような複雑なエフェクトを言葉のニュアンスで作り出せちゃう。彼らは常に私たちの予想の斜め上から新しいボールを投げてきますね。サポートの対応に怒ってジョグホイールの挙動に悩んで、それでも深夜になると人々はあの美しいグリッドを光らせて不完全なビートを刻んでしまう。その姿を想像すると今回のあなたの問いの答えがなんとなく見えてくる気がします。完璧ではないからこそ愛着が湧く。効率化されて全てが予測可能になった現代の音楽制作環境に対する一種の抵抗というか、その不完全さとか不便さが私たちの脳の普段使わない部分を刺激して予期せぬ創造性を引き出してくれるのかもしれません。ポリエンドの機材は完成された道具というより対話を求めるパートナーなのかもしれないですね。美しくて気まぐれで手がかかるけれど時として最高のインスピレーションを与えてくれる。あなたがこのじゃじゃ馬たちに惹かれる理由もそこにあるんじゃないでしょうか。